らい。まあ無理ですねそれは。昔は本当に大衆食堂だからね、何でもあったね。63年、4年ぐらいになるんじゃないかな。僕が生まれる前にはもうできてたから、僕は2代目だね。三浦さんが継いでから何年ぐらい経ったんですか？平成元年ぐらいから継いでるから、34年ぐらいですかね。おふくろが生きてる時はまあ一緒にね。もう長年付き合ってるとこ、愛知のお米をね、中心にやらせてもらってるんです。炊き上がるとそのルーティンがあるのよ。でご飯の一番美味しいところがここなの。ここが一番美味しいじゃんね。出来上がった時の美味しさ。一番最初にあげるんだよ。ご飯の一番美味しいところをね。それがルーティンだね。みんななんていうのこうっていうのがあって、こんなところのやつをやってんの。はい。トヨタ自動車の量ができた時にここら辺もできた。だからこういう飲食店とかがねいっぱいできた。だけどもう今はその当時にやってた人みんな年寄りになっちゃってるから、残ってるのなんてもうこの通りで行きゃもううちだけになっちゃったよね。昔からやってるところってこの近くでももう本当に数えるほどだよね。で、OK ザキロバっていうね、テレビ番組があって、そのテレビで紹介してもらったの。それが忙しすぎて体が怖くて、前はね夜中朝までやったので、年中無休で朝の3時4時までやってたから、で朝はお昼からで休憩して朝までやったの。すごい働き方ですね。それは分けるよね。そうですよね。それで2ヶ月ぐらい入院したからね、過労とかねいろいろだよね。もう何十年もそんな感じだもんね。もう今なんて恐ろしいぐらい値段上がってるでしょ。毎月毎月ずーっとだよ。業者なんか一月に1回ぐらい来るために値上がりしますって。今度油も上がるからまた。もうお米なんかすごいよ、5割ぐらい上がったんだよ。びっくりするよ本当に。これね、厚さを均等にして揚げムラがなくする。ここの厚さとここの厚さが違うじゃない。だから厚さをこうある程度均等にしてやると火の通りが同じ同一になるでしょ。1日多い時で48とかもうちょっと行く時もあるけど、今やってるのは今日の夜の分、朝の分は昨日の夜作ってるから、最低でも6時間以上は味を下勝間の市販の調味料とかを使わないから。この唐揚げはもう昔からあるメニューだったんですか？唐揚げ自体のメニューはあったんだけど、昔はねこれぐらいの半分ぐらいの大きさでやってたの。朝までやったから、金曜日の夜トヨタ自動車さんが仕事終わるじゃん。で金曜日の仕事終わりに飲み来るお客さんがすごい多かったの。あるグループがいつもね10人ぐらいで飲みに来てて、1人2人前ずつ頼むのよ唐揚げを。そうすると20人前じゃん唐揚げがね。で今まで4つに切っとったのを2つに切り分けてだんだん大きくなっていっちゃうよね。もうそろそろみんな定年になるぐらい、もういい年になってからだんだん食べる量がね減ってるけど、俺も今でも来るもんね。昨日のランチでもね、唐揚げこれを B 定食っていうのが3個こういうふうに3個揚げて
乗った定食があるのね、ランチで。それにご飯ハゲ盛りってね、ご飯1キロ1キロにランチの時はまあ個数限定だけど、うなぎのタレが無料っていうのかけてあげるのね、ご飯に、個数限定でね。それを完食される方がいるんですか？そうそう、だからハゲ盛りとか、あと昔盛りは 700g のご飯とか食べてるよ。 YouTube だったらね、あの子大森のり子さんはね、ご飯2キロとこの唐揚げを10個20分で食べてるよ。こんな粉があったんだと思って、少しね衣が甘くなる。2種類が違うんだ、粉の。これで6時間以上寝かす。よいしょ。みりんね。これを酒、料理酒ね。これを一杯入れて、ざらめを。うなぎはね、創業じゃないと思うよ。でも、まあ、僕はあれの頃にあったからね、入れるものも材料も何にも変わってないよ。定食につく卵スープ。本当に。これ片栗ね。少しとろみをつける。普段は麻婆豆腐なの、無料でね。麻婆豆腐をそのご飯にかけてあげるんだけど、金曜日はカレーの日なの。カレーをお茶碗に入れて、それを唐揚げにつけて食べるとめっちゃうまいのよ。金曜日はカレー、昨日からもう仕込んでるやつ。カレーも全部自分のところで仕込むから、金曜日はカレーの日にしようと思って。まだ始めてそんな経ってないよ。唐揚げに合うカレーを作ってるから、こってりしたカレーじゃなくてあっさりとしたカレーだから、本当に唐揚げにつけて食べるとめっちゃ美味しいよ。
小定食っていうのが3個じゃんね。ちょっとです。で普通が5個じゃんね。これ通常ね。こんな感じ。僕は初めてで年一ぐらいですね。ちょっと職場が遠いんで、まあ、やっぱ唐揚げじゃないですか。ちょっとも大きいので。これうちで使ってこの塩を探すのに何十年かかる。失礼します。お待たせいたしました。では、つけ割りがありますので、ご自由にお願いします。ありがとうございました。はい。B。はい。ランチタイムサービスがトマタレかカレーですけど。カレーでお願いします。カレーですね。はい。ビーフ定食のカレーです。はい。失礼します。1週間に1回ぐらい食ってます。うまいです。外がカリッとしとって、はで中が柔らかくてジューシーで、なんか癖になりますね。はい。そうなんです。はい。その冷たい器にご飯入れちゃったらすぐ冷めちゃうじゃん。冬なんか特にね、なるべくあったかいご飯を食べてもらいたいもんでこういうふうにしてるの。なんか電子レンジで空炊きにするともっとこれがあったかくなるから、夏場はやらんけどやっぱり冬だと温めるよね。
定食2つ。マヨネーズなしっていけます1個マヨネーズですね。すいません。これでつけれる。赤塩。赤塩こしょう。はい。追加していいですか？はいわかりました。いいカレーと小亭。いいカレーと商店ね。唐辛子の塩、これ美味しいんだよ。結構食べたいという人がこれ選べるから赤塩美味しいよね。その時にもうシードがたれる。マヨネーズの醤油。違う唐揚げ。唐揚げが醤油。これ女タレです。はいよ。台湾辛マヨ定食のうなタレ。いらっしゃいませ。なってるだよね。うなタレ。
たまたま仕事で近くに滞在してて、いやでかいしうまいですね。マヨがうまいです。マヨネーズの塩。違う唐揚げ。あ、限定食。これじゃない？でかの。えぐい。普通にやろ。まあ無理ですね、それは。3490円。はい、5500円。あ、大丈夫です。はい、ありがとうございます。座敷から行くよ、じゃあ。大きいのそのまま食べたい。大丈夫ですか。はい。ありがとうございます。すいません。やばいね、すごいすごい。あっちにお漬物とかもありますので。はい、ありがとうございます。ビップ席で。はい、どうも。美味しいんだよ。おいしい。麺は基本的にやっぱ唐揚げ系が一番美味しくて、まあ、あとはこういうボリューム、味とボリュームがあるっていうことでよく食べる人がめちゃめちゃお得感があるっていうことと、大将がすごく僕も仲良くさせてもらってて、まあ、そういう人の付き合いもいいかなっていう感じで通ってますね。はい。いいよ。1500円で。はい。ありがとうね。ぜひまた行きます。はい、ありがとう。ああ、ダッチの。昨日も今日ったよ。大盛りご飯って何グラムなんですか。
大体 480g ぐらい、だけど1キロっていうご飯があるから揚げ盛りっていうのがね、昨日の昼も出とって揚げ盛りうなたれっていうのが出たかな。お待たせしました。お預かりします。どうぞ。ゼロにしてからあんま信用してない。最初だともっと多いですね。
習とかめっちゃめんどくさくないですか？ちょっと前まで車屋さんで働いてたんですけど、そうなんですか。それもなんか YouTube とか、は TikTok い。はい。もやってて、向いてない。向いてない。今は大地さんだけですか、お仕事。あ、いや、夜です。あ、そうなんですね。むしろ夜がメイン。わかりやすい。わかりやすい。絵の描き方ですか。あ、そうですそうです。そうなんですね。昭和でしかない。そうなんです。逆に撮りたかったですけど。決まりでしたら、コーラだけ先に。あ、本当ですか。はい。で、至高のカツ丼を一つと。プレーンの150。はいわかりました。すいませんすいません、少々お待ちください。お待たせしました。どうぞ。先にセットな感じでね。いらっしゃいませ。お待たせしました。至高のカツ丼です。
っしゃいませ。あ、それは何ですか。多分いい。ポーチ。ご飯もう一個ください。うん、名物までは。お待たせしました。お先にセットは豚汁です。失礼します。お先にセットの豚汁です。名物のカツ丼の大盛りです。はい、失礼します。お待たせしました。味噌カツ丼の大盛りです。はい、280です。は200です。はい。お預かりします。大盛りです。3店舗あるから。ありがとうございます。ありがとうございました。名物のカツ丼ですね。はい。どうでした？美味しかったです。肉厚で、卵もトロトロ。ご飯が高菜っていうのはすごい珍しいなと思いましたね。すいません。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お待たせしました。至高のカツ丼です。お預かりします。どうぞ。名物です。なんかお肉美味しいのもそうなんですけど、高菜のご飯だったりとか、なんかこう豚汁もちょっとさっぱり生姜っぽい風味でペロッと食べれちゃうところが美味しいし、もうもたれない感じでいいなと思って好きですね。なんかそういう時。いらっしゃいませ。ボディは
どうしたのとかさ。お待たせしました。至高です。お待たせしました。至高です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。お願いします。お待たせしました。はい。あんまり多いとこは。もうすぐ三河さんに変わるな。愛知県の三河さん、全国でトップクラスやろ。放送めっちゃ遠いとこなんだよ。僕は24歳から飲食店やってるけど、17歳でもう働きに行ったけど、半年でその部長の課長になったよな。やらんやつばっかし、これに言われたら。やるやつの方が少ないんで、やるやつが勝つに決まっとるやん。やりゃいいんじゃん、俺言ってる。そういう考え方やもん。そうやろ？そうですね。
なんもそうさ。優秀なやつ。キラキラ市川です。おはようございます。一ケース今日欲しいんやけど。餌使おう。味噌はなんかいくつかブレンドされたりとかしてるんですか？3種類。八丁味噌とそれから赤味噌と白味噌を使ってるんで3種類の。結構味噌カツが出ますか？味噌カツはメインや。味噌カツや。簡単にや味噌カツや。
ぞ。いらっしゃいませ。はい、失礼します。味噌カツランチを一つ中の300がご飯ついてきますが、それでよろしいでしょうか。はい。これならかけてみます。それがこれ22。はい。何番？一番。はい。3やったけど。お弁当11時半でお願いします。はい、どうぞ。味噌カツランチになります。お待たせいたしました。6番出ます。
6番あと2つある千年全部小やそばの大盛りを2個お願いしますミニ味噌カツランチも出ます。はい、お待たせいたしました。はい、すいません。ありがとう。どっちから食べる？お味どうですか？美味しいですか？味噌がちょっとあれかな。甘め。美味しい。前から言ってますか？そうです。平家屋さんのなんかいいところとかってありますか？お肉も大きいですし、お値段もリーズナブルです。158度設定ね。あ、そういうことなんですね。普通はならない。150度8では絶対ならない。158でやるとベタベタになる。得しない。得しない。じゃあカラッと上がるんですね。カラッと上がる。牛島出ました。はい、失礼します。いただきます。はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。は
おろしも出ます。お待たせしました。こちら大ご飯になります。ネギ味噌お待たせしました。やったやった失礼します。水をねわざと冷やしたのは、はい、なんでいうと、はい、米が縮こまると冷たいんで、で美味しくなる。出たよこれ。
暑いんですよ。これ。そうなんですね。持てないんですよ、ここ。市川さん普通に持ってたんで。ああ、いや店長はね、ちょっと手の皮が厚いんです。めっちゃ暑い。カツ丼のご飯ちょうだいね。はい。ごちそうさまでした。カツ丼ご飯で。ここでちょっとお願いします。はい、カツ丼です。はい。いいだ。あ、はい。歌やろ。久しぶりかな。あ、そうなんですか。私初めてですね。白木屋さんのなんかいいところってありますか。やっぱ美味しいよね、カツがね。特に今は稲刈りとか忙しいもんでさ、弁当とか買いに来ますよね。で、美味しいし安いし、その辺がありがたい。2番出してからなら4番へ寄れます。まだね、ちょっとあんまり多いとこは。
ザルになります。これが唐揚げの球。これで29だな。めっちゃ美味しいです。めっちゃうまいです。うまいです。週に2回ぐらい作れるのかな。もう1枚あるんだこれ。これで60個ぐらい。60今日ちょっとね、もうちょっとすり切りになってない。一応110グラムぐらいで。これね、尺を10分ぐらい使っちゃう。こういう時思うんだよな、もう一人俺がおると半分に済むのにと。具材的には何が入ってるんですか？カニと玉ねぎとちょっと彩りに人参が、それとあとマッシュルーム、あと基本的にクリームだもんで牛乳と粉だな。
よっしゃ切れてない。痛いなあ。そんなことない。これ唐揚げ。2個が2つでミニと小ね。いらっしゃいませ。唐揚げの5ね。唐揚げ。クリーム2個でご飯いいです。こちらのお店よく来られるんですか2回目？1回目頼まれたメニューになってます。1回目はカニクリームコロッケ。お味の方はめっちゃ美味しいですよ。パリッパリで食べやすいですし。
いいよ、いいって思います。いい。カツ上がるよすぐ。自分は7時ぴったしにちゃんと来とるしな。満席ですので外でメニュー考えながらお待ちください。5ね全部で。
これが唐揚げのキューブ。ハンバーグのご飯中。はい。はい、唐揚げ9個でご飯中。なんか自分お味いかがですか？めっちゃ美味しいです。食べきれそうですか？頑張ります。これが5個。よいしょ。すみません。下のやつ触ったわ。ありがとうございます。この店はよく来られるんですか？何回か来たことあります。おすすめのメニューとかってありますか？唐揚げかな。お味いかがですか？めっちゃうまいです。うまいです。うまい。あそこにコインランドリー、コインランドリー、コイン先生。とりあえず唐揚げの11個、順番にください。ああ、じゃあ、ネギが欲しい。何のあれにも。大盛り3杯おかわりしてくれるから、そこは。無料はよいしょ。はい。皆さん聞けましたんで、一旦お昼はここで。インサートの、番組に配属されてる。
ラセータラカレー大好きです。カレーやカラカレー1、カレー2です。めちゃくちゃでかい。ちょっとびっくりしたっす。カレー5で4つ定食うちライス1。はいやありがとうございます。肉いいよ。ニンニク2でやっぱり冬はこういうのがいいね。美味しい。はいやあれさークリスマスやで。名古屋の丸翔さんっていう業者なんですけど、苦味渋みも出なくて美味しい出汁が取れるということで、うちのカレーうどん味噌煮込みに合うもんでこの出汁を使ってますね。いやします。うちカレーうどんがメインなもんで、うどんがよく出てくれるもんで、もううどんはもう測らずに、加水はもう手の感覚で、それでもう毎日やってますね。量が多いもんで。
ずっと粉を手で触っとると会話ができるんですよね。機械は無理やり丸めれると思うんですけど、もうこれ以上やめてくれとか今売ってくれっていう風に会話ができるもんで、手打ちにこだわってやってますね。でまたちょっと真ん中にして踏んでまうので。いろんなところで修行させていただいたもんで、味噌煮込みの山本屋さんっていうところでアルバイトして、100席ぐらいあるのに土日になったら行列ができるんですよね。もうですごいなと、面白いなと思って。でましてや麺はもう水と粉だけで食を通じてこんだけの人を喜ばせれる麺って面白いなと思って、最初勤めたところが若社茶っていうところで、そこでカレーうどんと出会って、自分の好きなカレーと奥が深い、麺類合わせればカレーうどん、それを売りにしてやっていきたいみたいな、自分でチョイスしてこれが一番美味しいっていうのを、それをベースにして22年ずっと味一つ変えずにこれをやらせてもらってます。相模原の農家の加藤さんという方がホテル伊勢ます。なんでこのお芋を使われてるんですか？カレーうどんにも合うし、ご飯にもかけても美味しいし。
味の特徴としてはどういったですか？後を引くもんで、ちょっとインパクトがある辛さだと23日したらまた食べたいなと、そういうふうに思ってもらえるような配合にしてあります。はいやポテ1、カレー大盛り定1です。はいよ、こい大盛りはそうね。煮炊き煮込みははいよ、天丼ミニとカレーな。はいよ、2丁。持ってくる。カレー。出せー。
カレー大です2玉はあります。カレーのお乗りの定食ですね。辛カレー1、カレー2です。はいよ。さあ。失礼いたしました。唐揚げカレーですね。去年転勤しちゃってほぼ1年ぶりですね。そうなんですね。はい、愛知帰ってこれたので楽しみに来てたんです。カレーうどん純粋に美味しいのと唐揚げのボリュームすごくて食べ応えがあるところが一番ですかね。あれさー。はいよ、おやのみんな。
ネギだけ入れる。はいよ。いや。はいよ。右にな。美味しいよ。教えていただいて、そうなんですか。すごく美味しいと聞いてたので期待通りに。おすすめのメニューとかございますか？もう見た目からしてこれっすよ。カレーうまい。ちょっと辛くて。そうなんですか。めちゃくちゃでかい。ちょっとびっくりしたっす。美味しい。結構ピリ辛。パラカレー第2です。はいや。じゃあ松でトンビ1トース1、カレー5で4つ定食、もちカレー定1、ライス。あれさー。で、あと。はい、唐揚げです。はい。ありがとうございます。いいよ。ニンニク2です。お願いします。90で。はいよ、天ぷらそばな。はいよ、まずカレーにな。はい、はいよ、天カレー。天ぷらカレーのちょっとお揃いですか？はい、天ざるそばで。はい。で、どうして伸びにくいでしょう。はいよ。でらせー。はい、それでカレーうどん定食ですね。カレーうどん定食です。ゆっくりどうぞ。カレーうどんとご飯で単品ですね。ご注文以上でおそれで大丈夫です。はい。2個亭です。オープンした時だいぶありますよね、ここオープンして22年とおっしゃってましたねね。
やっぱり冬はこういうのがいいね。あったまるし、美味しい。お値打ち。お値打ち。ありがとうございます。お願いします。わかりました7点とでまあ今ね息子もおるでまあ少しずつですけどね前より楽にはなってますよ。お店を継ごうと思ったきっかけって何かあるんですか？父親ってこともあるんで一番近くに出てすごいいいなと思ったんでやりたいなと思いました。麺作りって難しいですか？そうですね、このうどんは塩水使ってるんですけど、その塩の濃度とかその水の量とかも考えてちょっと作らないと硬くなったりとか柔らかくなりすぎたりとかするんで結構その辺が難しいです。練る時間とかを2、30分やっぱ練らないと綺麗な丸とかにならないんでそれもちょっと難しいですね結構。はい、やっぱその同じ粉を使っとっても温度湿度一つそうですし店によってやっぱりやり方がこういう作り方があるんだなと思って僕はもう何軒も行ってよかったですね。もう師匠らにね追いつこうと思っても師匠らもやっぱ年々レベルアップしてますんで多分一生追いつけんなっていうのはだで日々勉強ですね今でも。